はい、どうも、一夜です。今日はですね、梅の植え替えをしようと思います。今日植え替えるのは、八重野梅の白ですね。花が終わるとですね、植え替えの時期っていうことで、梅の植え替え始める方も多いんですけど、僕もやっといて、何を言ってるんだって感じですけど、別に急がなくてもいいとは思ってます。そうだな、3月の末まで行っちゃうときっと葉がね、結構開いちゃってると思うので、そこまでぐらいにはやれた方がいいんですけど、万が一それ過ぎちゃっても、例えば梅雨の時期にちょっと葉刈りして、木に負担少しだけかかりますけど植え替えするとかっていうこともできるので、ぼちぼちタイミング見てやっていただければと思います。僕の場合はですね、他にもいろいろ跡が詰まってるっていうのもあるので、できる時にできるのをやっていくと、そんな感じになってます。でこの木自体はですね、2年か3年ぐらい前の集荷店で買ったような気がするんですけど、そこから一回仕立て鉢っぽいのに入れて根を整えてたので、そこそこそんなに無理しなくてもいいかなぐらいで、無理っていうかその根たくさん切らなくても大丈夫かなっていう感じになってます。もともといいやつだったからね、その辺は全然大丈夫なんですよね。と今使ってるハケがですね、あれが100円ショップのですね、いわゆるなんかちりとりとほうきみたいのもあるんですけど、土がね、結構細かいのが落ちたり、根が細いのが落ちたりっていうのがあるので、僕はどっちかっていうと、ハケの方が好きですね。はい。で、今日はこの僕の作った鉢に植えていきます。これはね、この野梅を植えるために作りましたね。サイズ測って。ああいう感じにしたいなっていうのをこう考えながら鉢を作って、ちょうど入ればいいかなっていう感じですね、今日はね。それを試していきます。そのままだとやっぱ入んないので、側面とかね、下のところの根を少し崩して入れていきます。基本的にはそうだな、根はそんなにこう走ったりしてるのはなかったので、もう本当にそこに絡んだ鉢底石を取って、で下ちょっとほぐして、であとは側面か入るぐらいにしとけば OK かなっていう感じです。でその後はもうそうだな、入れてほっとけば OK と、そんな感じになってます。そうそう、前まではですね、梅の植え替えする時にストレプトマイシンだったかな。僕マイシンっていつも言ってるんで、本名というかフルネーム全部わかんないですけど、マイシンにこうつけて消毒とかしてたんですが、あれが販売終了しまして、新しいのがなんか出てるようなんですけど、今のところは使わずにやってますね。どうかな。入んないね。入んないよね。そうそう。で、それ使わずにやってます。使わなくても、根頭眼種病今んとこ出てないし、あれ自身も別に根頭眼種病予防できますよっていう薬でもないので、そうだな、効くんだと思って使ってたし、多分今後も使う場合はそれを効くだろうなと思って使うとかっていう感じですね。100% 予防するとか治療薬ではないので、そこまでの期待はしちゃうとちょっとあれかな、重いかなっていうところと、そういう希望的なところを含めて使っていただければと。万が一ちょっとかかっちゃっても、しょうがないよねぐらいに思ってもらえればなと思います。この辺ね、無理やり入れてもいいんですけど、やっぱね、根伸びるスペースがないとか、土入れるとこが全くないっていうのはね、今後、1年とか2年とか3年とか入れていくにあたっては、ちょっと木に負担がかかるとこなので、できれば、5ミリ、5ミリじゃ少ないか、1センチぐらいは開けたいかなっていうふうには思ってますね。どうしてもね、そこまで切っちゃうとね、切りすぎで、どうしようもないっていう場合は、無理やり入れてもいいんですけど、無理やり入れるぐらいだったら下手鉢でもうちょっと頑張ってみた方がいいんじゃないと思うんですけど、こんな感じですね。ちょっと指が入るぐらいにはしときたいですよね。そんぐらいないとね、本当に土全く入んなくて、根を切っ
っただけで入れてるような感じになっちゃうと、ちょっとそうだな、その根にその絡んでる方の土は結構潰れてることもあるし、あんまり、保水排水良くないのかなっていうところあるので、ちょっと切り戻してちゃんとスペース空けれるようにした方がいいとは思ってます。これはアルミ線ですね。多分 1.5 ミリかな、太さ。1.5 ミリもあるかな、 1.2 かもしれないです。を使ってます。本当はね、針金も使わずにただ入れて土でこう止めたらそのままにしときたいんですけど、やっぱりね、どうしてもその風に吹かれたりとか、ちょっとした瞬間に手が当たったりしてこう抜けちゃうと良くないので、もう一回上からやり直しっていう形になって、根にもね負担がかかるので一応止めます。で、僕が今作ってる鉢はもう基本的には鉢底ネットを使わない感じになってまして、もうそのまま針金入れてポンと止めてくれれば OK と。あんな感じでやっとこう使ってですね、90度の形にしっかり曲げて入れてます。意外とそんなんでもねいけるので全然大丈夫だと思います。で、まずは大きめの切り綱を入れて、1列ぐらいですね。もっと深い鉢だったらもうちょっと厚めに入れてもいいんですけど、基本薄めなので鉢が、あれぐらいで1列ぐらい入れて、その後赤玉土を入れてますね。以前は赤玉土と切り綱を配合してたんですけど、今はもう赤玉土単体で使っててですね、理由は鉢の方がすごい粗い粘土を使ってて、これ自体が水を吸ったりとか空気を通したり、とてもしやすい鉢なので、保水排水のバランスをですね思いっきり保水に振って、やってます。それでも結構乾くので、この辺はバランスですよね。自分が使いたい鉢と、盆栽を置いてる環境、あと、今植えてる樹種が何なのかっていうのに合わせて、保水排水のバランスを考えながら、用土を作っていくと。初めてで難しいっていうことであれば、もうとりあえず臓器用とか漂白用って混ぜられたもの売ってたりするので、それを買ったりとか、それがない場合は目安としてはですね、臓器だったらなんだろうな、赤玉土9とか8とかに対して桐生綱1、2とか、漂白だったらそうだな、55は行き過ぎだと思うんですけど、ちょっと初めてとかだと73ぐらいで赤玉土多めにしとくのがいいかなとは思ってます。でも本当盆栽の大きさとか環境とか鉢とか、もろもろあるので、それがいいってわけじゃないので、この辺は自分でやってみて、ちょっと乾きすぎだなと思ったら赤玉土を増やし、全然乾かないなと思ったら砂増やすみたいな感じでやっていけばいいと思います。で、今針金で固定できましたね。ちょっと長いところを切り落として、で、ねじったところを曲げて畳んどきます。できるだけですね、目立たないところに本当はつけたいので、正面から見た時に後ろになるとか、土をかぶせると隠れるとか、本当は土かぶせて隠れるとこで、かつ幹にもなんていうの、食い込まずに根の伸びてくのも邪魔しないみたいな場所に止めれればいいんですけど、毎回そうもいかないと思うので、最悪っていうか、最悪は固定できればいいかちゃんと固定して持ち上げられるぐらいになればいいと思います。でもうちょっと頑張りたいというか、頑張れるようだったら隠れる場所後ろとかにして、さらに頑張れるようだったらもう表というか上から見ても分かんないとこにこうつけてみるみたいな、頑張れればいいかなと思ってます。結局ね、僕は木がこうね回って鉢に止まったなと思ったら針金頑張って外しちゃうので、一緒なんですけどねはい、完成しました。正面から見るとやっぱ針金見えない場所になってますね。でくるっと回してこんな感じになってます。あとは水をやって、みじんですね。泥水が焦がれきれば OK です。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。